アパートへ連れ立って入っていく2人の男性。しかし数時間後、再びエントランスへ現れたのは男1人だけでした。一体彼の部屋で何が行われていたのでしょうか。2012年5月24日、カナダケベック州モントリオール。アパートのエントランスへやってきたのは楽しそうに会話を弾ませる男性2人。中国人留学生のリン・ジュンとカナダ人のルカ・マグノッタでした。2人は数日前にネットを介し知り合ったばかりでしたが、お互いに同性愛者だったこともあり意気投合、傍目には旧知の仲のように見えていました。2人は一夜を共に過ごすべくマグノッタの部屋へ。ただ不可解だったのは、翌日もその翌日も中国人のリンがその部屋から一切出てこなかったこと。一部のネットユーザーは彼の身に何が起きたのかを知っていました。それはマグノッタがリンの死体と性行為をする動画をアップしていたから。友人の死体との性行為を撮影しネットに公開した男。彼はなぜその異常行動を晒そうと思ったのか。この男にとって殺人は不名誉な行為ではなかったんです。おさすけんちゃんです。最近さ、みんなもよく行くと思うんだけど、スタバ行って何回目に行った時かな、もう忘れちゃったんだけど、何十回目かなんかに多分行った日だったと思うんだけど、いつもありがとうございます嬉しいよね。そう言われて、それは男性のなんかね、うんその店の店長さんみたいな感じの人だったんだけど、もう一人の女性の店員さんからも、ありがとうございます、今日はお菓子かなんかは頼まれないんですかってぐらい聞かれて、すごい心がねポカッとあったかくなって、すごいわよね。なんかスタバってすごくないって単純に思うんだけど、本当はいつもお菓子頼んでないんでしょ。そこ突っ込むわけ？何？ちょっと頼む意味があるわよ。だってなんかサイズアップをしてくれるお菓子もあんのよ。なんかそれと一緒に頼むとグランデがベンティになりますみたいな。じゃあマジで覚えてくれてたのね。そう。それ嬉しいよね。なんだケチつけようとして？いやなんか俺というのも何？俺なんか青山にあるね、スタバに半年前ぐらいから行ったの初めて。そしたら俺普通にいつもありがとうございますいやちょっとだから2つあるのよ説が。覚えてないかマジで似てるドッペルゲンガー通ってるの。きっとその店にジョングクとか来てたんじゃない？お前目腐ったのかディスられんじゃん絶対俺。いいや、ジョングクだと思って生きよう。今回皆さんにご紹介するのはあまりにも異常な犯行内容でカナダ国民を震撼させた殺人犯ルカ・マグノッタについて。この男はですね、自宅に誘い込んだ男性を殺害し、その死体をいたぶる様子を配信するというね、ヤバすぎるやつなんですよ。どういうことだってさ、動画配信したら一発でバレてもう捕まっちゃうじゃないのよ。何がしたいの？この男にとってはね、殺人を犯すことだけでは意味がなく、それを動画配信するっていうことも合わせてね、やっと意味を持つっていうことだったんです。一体どういうことなのか。このマグノッタという男のね、異常行動は犯行シーンの動画配信にはとどまらないんです。事件発覚のきっかけは、この動画配信とは別の彼のおぞますぎる行動だったんです。小包の中身。2012年5月29日、カナダオンタリオ州オタワ、カナダ保守党の本部に奇妙な郵便物が届きました。なんだろう、妙な小包だな。うっすらと赤いシミを浮かばせたいびつな形のその小包。職員は何の気なしにその小包を開封しますが、次の瞬間思わず青ざめました。なんでこんなものが。そう、小包の中身は人間の左足だったんです。この日、遺体の一部が入った小包が送られたのは、ここカナダ保守党の本部だけではありません。郵送の途中で発見されて止められていたものの、同じ人物の左手がまた別の政党の事務所宛てにも送られていたんです。政党の事務所宛てに遺体？そんなものを送りつけてテロか何かしたいの？何？彼のね、異常行動の理由はこの後明らかになる。そしてこの犯人の正体はもはやバレバレだったんです。政党の事務所に遺体の一部が送られたのと時を同じくして、ケベック州モントリオールでは被害者の胴体が見つかっていました。アパートの裏のゴミ捨て場にスーツケースごと捨てられていたその遺体は、日を追うごとに悪臭を放つようになり、管理人によって発見されることに。監視カメラにはスーツケースをゴミ捨て場へ運ぶ男の姿が映されており、その人物は郵便局のカメラに映っていた遺体を郵送した男と一致。また遺体が発見される4日ほど前に
にこの男がアップしたとある動画が一部のネットユーザーの間で話題になっていたため、警察はすぐに犯人を特定したんです。遺体を遺棄した犯人はルカ・マグノッタ。彼は遺体が発見される4日前の5月25日、動画サイトベストゴア .com に遺体を散々にいたぶり解体する動画をアップしていたんです。警察はその後、犯人のマグノッタが借りていた部屋へ向かいました。その部屋ではマットレス、冷蔵庫、テーブル、バスタブなど至る所に血痕が飛び散っていたのですが、肝心のマグノッタ本人は不在。彼はすでに国外逃亡したと考えられ、インターポールによってレッドノーティスの通知が発せられることに。インターポールはもう聞いたことあるんだけど、レッドノーティス？何それ？インターポールのね、各国への通知っていうのは、その種類によってね、色分けがされてるんですよ。というわけで本日のメトナキーワード、インターポールのレッドノーティスについて。国際刑事警察機構インターポールが犯罪や行方不明者、遺体などに関する情報を各国へ通知する警報をインターポール通知と呼びます。それぞれの通知は7種類の色で識別されており、赤色で通知されるレッドノーティスは国際指名手配犯の逮捕・引き渡し要請を伝達する通知。このほか青は犯罪者に関する情報調査の要請、緑は犯罪を犯す可能性がある人物についての警告、黄色は行方不明者の情報調査、黒は身元不明の遺体の調査要請など、色によって通知の機能が様々に分けられているんです。こうして指名手配の身となったマグノッタ。遺体の一部を政治政党に送りつけ、そしてその遺体をいたぶる様子を動画配信するこの男の正体とは。彼は幼くして両親に見放されたことにより重い障害を患っていたんです。生まれ変わった俺。1982年7月24日、ルカ・マグノッタはオンタリオ州スカボローで生を受けました。そして実は彼の生まれ持った名前はエリック・ニューマン。マグノッタを名乗るのはまだずっと先の話です。マグノッタの母親は非常に厳格な女性で、しつけの一環で子供たちを家から締め出してしまうことがたびたびありました。また彼女は極度の潔癖症。もう臭いったらありゃしない。母親はそう言って子供たちが飼っていたウサギをわざと氷点下の屋外で放置し凍死させてしまいました。このほかマグノッタの父親は彼が12歳の頃統合失調症を発症。神経質な母親にその父親を支えていけるはずもなく、両親は離婚。こうしてマグノッタは以降祖母に育てられることに。その後彼は遺伝もあってか18歳の頃に統合失調症の診断を下されているんです。またマグノッタは境界性パーソナリティ障害とも診断されており、このことには両親に見放されてしまった幼少期の経験が関係しているとも。境界性パーソナリティ障害の特徴の一つは、他人に見放されることを強く恐れ、認められるために過剰な努力をしてしまうこと。この後のマグノッタの行動はこの境界性パーソナリティ障害の特徴を如実に物語っているんです。確かに、周りに比べて不幸って言われるような幼少期よね。でもこの障害が事件とやっぱり関わりを持ってくるわけ？そうなんです。人からね、認められることをね、強く望んだマグノッタは、ここからある分野でスターになろうと考えたんです。統合失調症と診断された18歳の頃を境に、マグノッタはとある世界へ足を踏み入れました。俺はこの業界で一番になってやるんだ。彼が挑戦したその職業は、ゲイを対象としたポルノビデオの出演やポルノ雑誌のモデル。マグノッタはポルノスターになることで名を馳せようと考えたんです。以降マグノッタはビデオや雑誌出演を重ねながら何度も整形手術を行い、理想の容姿を手に入れました。本名のエリック・ニューマンからルカ・マグノッタに改名したのもこの頃のこと。彼は不遇な過去を断ち切って本気で夢をつかみ取るため、見た目も名前も全て新しくしようと考えたのかもしれません。マグノッタはその後、男性モデルを募集しているテレビ番組のオーディションにも数度挑戦。結局出演には至っていませんが、 Facebook 上では一定のファンがついているように見えました。ここまではさ、すごい一生懸命夢を追いかけてるように見えるんだけど、事件なんて起こしそうになくない？確かにね、ここまでだったらね、一生懸命夢を追ってるようには見えるんですけど、騙されちゃいけないんです。マグノッタは殺人さえも犯しかねない歪んだ承認欲求の塊だったんです。目立ちたい。業界で名を馳せるポルノスターとまではいかないものの、 Facebook 上で一定の知名度を集めたように見えるマグノッタ。今注目の売れっ子モデル、次に派遣を取るポルノスターなどと、彼の Facebook ページはファンからの称賛の声で溢れていました。しかしそれは表向き、そう見えているだけのこと。実はマグノッタは自身の Facebook ページを盛り上げるために70個もの偽アカウントを作っていたんです。
実際のところマグノッタはポルノビデオに出演こそしていたものの、出演数は5年で10本ほど、業界ではほとんど誰にも興味を持たれておらず、彼が自称するポルノスターとはかけ離れた存在でした。それにもかかわらず何度も整形手術を受けるなど容姿にこだわっていたマグノッタは次第に借金まみれに。稼ぎのない彼はどうにかお金を工面しようと、知的障害者の女性を騙してクレジットカードを作らせ勝手に使用して詐欺罪で逮捕されたことも。25歳の頃には自己破産も経験していました。やばすぎない？こんなやり方で夢が叶うなんてみじんも思わないしさ、これを努力だなんて死んでも言えないわよ。マグノッタはね、注目を集められればね、何でもよかったんですよ。そして彼はこの後とんでもない非道な方法で世間の注目を集めようとしたんです。2010年、マグノッタは28歳の頃、とある動画を YouTube にアップ。タイトルはワンボーイ2キッテンズ、一人の少年と2匹の子猫とタイトルが付けられたその動画は、ベッドの上の2匹の子猫を撫でるシーンから幕を開けます。一見して何の変哲もない微笑ましい日常を捉えたかに見えるその動画。しかし次に場面が切り替わった時、動画を見ていた誰もが眉を潜めることになるんです。画面に映し出されたのは、子猫を1匹ずつ持ち上げ、ベッドの上に置かれたビニール袋の中へ入れていくマグノッタの姿。マグノッタはその袋の中で猫を窒息死させてしまうんです。マグノッタが用意したその袋はジッパー付きの圧縮袋。掃除機でその中の空気を吸われた子猫たちにはなすすべもありませんでした。マグノッタは他にも猫を浴槽で溺れさせる動画、ペットのヘビに猫を食べさせる動画など計3本の動物虐待動画をアップロード。結局罪には問われてはいませんが、動物愛護団体の訴えもあり、この頃から警察にマークされていたんです。ただマグノッタとしては世間のその反応は狙い通り。もっとだ、もっと俺に注目してくれ。そう、彼は世間の注目さえ集められれば、それが犯罪のようなネガティブなことでも何でもよかったんです。犯罪をしてそれで世間から注目を集めて、それが嬉しいわけ？なんで嬉しいの？意味がわからないの。マグノッタはね、完全に病気なんです。マグノッタがね、犯した殺人の全貌を知れば、彼をね、僕らの常識で推し量ることはね、もう不可能だってことがね、ほんとよくわかるんですよ、これ。妄想と暴走の果て。2012年5月24日夜10時頃、マグノッタはモントリオールの自宅アパートに一人の男性を連れて帰宅しました。男性はカナダにコンピューター工学を学びに来ていた中国人留学生リン・ジュン。同性愛者の彼は専用のマッチングアプリで日頃から多数の男性と会っており、マグノッタもそのうちの一人だったんです。どうぞ中に入って、突き当たりが僕の部屋だよ。エントランスの扉を押さえ、真摯な振る舞いでリンを招き入れたマグノッタ。すっかりマグノッタを気に入っていたリンは疑う素振りもなく彼の部屋へと向かっていきました。マグノッタがカメラを回し始めてからもうどれぐらい時間が経っただろう。何度も響く肉を裂くような音と飛び散る血しぶき。もうこの部屋ともお別れだ。血が飛び散ろうと関係ない。マグノッタは何度も繰り返し、ベッドフレームに縛り付けたリンの遺体をアイスピックで突き刺していた。この動画を見たらみんなきっと驚くぞ。アイスピックを突き刺す手を止めたかと思うと、にやりと笑みを浮かべたマグノッタ。彼はリンの遺体とその体にまたがる自分の姿を捉えているカメラにちらりと目をやる。そうだ、俺はポルノスターなんだ。マグノッタは自分に言い聞かせるように心の中でそうつぶやいた。彼はそこからもはや見る影もなくなってしまったリンの体を思う存分凌熟した。このほかマグノッタの動画には遺体の一部を切り落とし飼い犬に食べさせるシーンなども。約11分のその動画にはリンの殺害直後から遺体解体までの一部始終が様々なカットで編集され残されていました。こうしてリンを殺害した翌日、マグノッタは撮影した動画をサイト上で公開。その直後フランスへと国外逃亡を図ったんです。しかしマグノッタは実名で航空券を取っていたため、警察は彼がどこへ逃げたかを即座に特定。最終的にマグノッタは事件から約10日後の6月4日ドイツ・ベルリンのネットカフェで身柄を確保されるんです。逮捕の瞬間、彼はネットカフェの PC で自分の事件のニュースを読んでいました。マグノッタを逮捕されるその時でさえ世間に注目されるその満足感に浸っていたのでしょうか。こんな動画が本当にネットに出回ってたのってぐらいひどい動画だったわね。吐き気しちゃうわよ。何はともあれマグノッタはね、無事に逮捕されたわけなんですけど、実は事件はまだこれで終わりではないんです。マグノッタがドイツで逮捕された翌日の6月5日、バンクーバーのセントジョーンズスクールには複数の警察が詰めかけていました。まさか小学校にまで送りつけているとは。そう、この日その小学校に届けられたのは被害者リンの右足でした。
同日同じバンクーバーの別の小学校には右手入りの小包が政治政党の事務所に遺体の一部を送りつけるだけでは飽き足らず、複数の小学校にも遺体を送りつけていたマグノッタ。とにかく世間の注目を浴びることを望んだ彼の思惑通り、事件は多くのカナダ国民に忘れられない衝撃を残すことに。その後マグノッタはドイツからカナダ当局へ引き渡されることに。2014年9月、彼はケベック州で行われた公判において被害者リンの殺害を認めますが、統合失調症を患っていることを理由に無罪を主張。マグノッタと面談した精神科医によれば、彼はリンを殺害する際、次のような声が聞こえたと語っていたといいます。彼は政府の人間だ。縛って切り刻み、政府に送り返しなさい。それがマグノッタが政治政党の事務所に遺体の一部を郵送した理由でした。2014年12月、有罪判決を下された彼は最低25年仮釈放なしの終身刑に。マグノッタは一生を塀の中で過ごすことになったわけですが、そうまでして世間の注目を集めようとした彼は本当にそれで満足だったのでしょうか。承認欲求は多かれ少なかれ誰の中にもあるものですが、犯罪でそれを満たそうとするなど言語道断。もしあなたが世間の注目を集めるとしたら、どんなことで認められたいですか？